もこんにちは、関菜です。今回は7月4日全国発売、7月19日より一部店舗にて先行発売中のイヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチの新色全5色をご紹介していきます。7月から8月にかけて各ブランドからたくさんの新作アイシャドウパレットが発売されますが、特にコメント欄でも一番多く気になっているというお声をいただいていたのがこちらのイヴ・サンローランボーテのクチュールミニクラッチでした。この高級感あふれるパッケージがものすごく可愛いのはもちろんですが、カラー展開もタイムレスなヌーディーカラーということで全体的に使いやすそうですよね。今回私は先行発売当日の朝に購入したので、まだ新色の中でも人気色などは決まっていないとのことでしたので、今回もパレットの中の1色ずつを全色単色塗りでお見せした後に、新色5色のパレットそれぞれのメイクパターンもご紹介していきますので、カラー選びに悩まれている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、イヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチ。ダイヤモンドのような輝きとタイムレスなヌーディーカラー、美容オイルインで高密着&高発色のアイシャドウ。イヴ・サンローランが愛したパリとマラケシュの地へのオマージュ。この上なくラグジュアリーなクチュールのきらめきと色彩、美しいヘリテージストーリーをカラーパレットに。今回新色として登場したのはこちらの5色で、ナンバー100ストラドールズはタイムレスなザ・ YSL ヌード。タイムレスで洗練された印象を叶えるニュートラルベージュ。立体感も自由自在。左上の立体的にきらめくシルバーグリッターがハイジュエリーのように輝きアクセントに。ナンバー200ギリーストリーム。深みのあるテラコッタヌード。ヴィンテージ感のあるくすみテラコッタカラーが目元に美しい立体感とスタイルを。左上のイエローゴールドとピンクのパールが散りばめられたカラーが一塗りで印象を変えアレンジの幅を広げます。ナンバー300カスバスパイシーズ。ゴールドの輝きがスタイリッシュにきらめくキャメルヌード。ニュートラルな陰影にスタイルをプラス。イエローニュアンスが目元に明るさと透明感をプラスするブラウンの新提案。左上のイエローゴールドのきらめくパールが目元に立体的な輝きを。上質なヌードトーンのレイヤリングを楽しめます。ナンバー400バビロンローズ。センシュラルなパリシックピンク。ロージーな女性らしさの中にエッチーなクールさを効かせる絶妙なピンクトーン。純度の高いラメを配合した上段の2色が濡れたようなツヤで妖艶なほどの魅力をプラス。そして最後ナンバー500のメディナグローはじゅわっと色香を放つ血色感ヌード。にじみ出る血色感と情熱的な温かさを宿すウォームピンク。上段2段にミックスされたピンクゴールドのパールが血色ヌードに唯一無二のアクセントを加えます。それでは早速100番のストラドールズのカラーから、まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをご紹介していきたいと思います。今回のパレットは左上から順に A、B、C、D というカラー番号が振ってあって、まずこちら左上の A のカラーはグリッタータイプ、輝くソフトベージュ。透けるようなソフトベージュをベースにジュエリーのように輝く大粒のシルバーラメと繊細にきらめく細やかなゴールドラメを忍ばせたカラー。今回のアイシャドウはダイヤモンドのような輝きというブランドの記載の通り、手元で見た時も特にこのグリッタータイプは
大粒のラメによる華やかなきらめきを感じられるなという印象でした。まぶたの上にのせてもこんな感じで、しっかりと大粒のラメのきらめきを感じることができますが、ベースの粉質がとてもしっとりとしていて肌なじみがいいので、ギラギラしすぎる印象にならないところがものすごく綺麗です。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。ブランドからのカラー説明の通り、ベースにはソフトベージュのカラーがついていますが、発色がかなりナチュラルなので、暗い印象になってしまうことはなく、程よくまぶたの透け感も感じられます。そして繊細に輝くゴールドラメと大粒のシルバーラメを配合したカラーとのことですが、まぶたの上にのせてみると、ゴールドのラメはかなり馴染みがいいのであまり目立たなくて、シルバーの透明感を感じるような華やかな大粒ラメが目立つので、ベーシックですが少しクールさも感じるような発色です。そしてこれだけしっかりとした大粒のラメによるきらめきを感じられますが、ベースの粉質がかなりしっとりとしているので、ラメ飛びも気にならないタイプで、ラメが綺麗に肌に馴染んでくれるので、華やかさはありますが、上品に仕上がっているところがとても綺麗だなと思います。続いて B もグリッタータイプ。透明感を引き出すソフトピーチ。クリーミーなソフトピーチをベースに同色のパールを配合し、透明感をもたらす仕込みカラー。こちらはパレット上で見るとラメなどを感じないようなカラーに見えますが、反対側に塗っている A と同じグリッタータイプということで、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、肌なじみのいいベースの上に大粒のラメをキラリと感じることができます。はい、B のカラーはこんな感じでした。まぶたの上に一度薄く塗った時点だと、かなり肌の色に近いような馴染みのいいカラーだなと思いましたが、指で何度か重ねていくとこんな感じで、カラー説明の通り、ほんのり大人っぽいピーチのニュアンスも感じられるカラーでした。ベースの質感はどちらかというとふんわりとしていてクリーミーなマット質感という感じですが、この上にシルバーに輝くような大粒のラメがキラキラと輝くので、顔を動かした時にふとこのラメが光る感じがとても絶妙で可愛いです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて右下が C のカラー。こちらはサテンタイプ。立体感をもたらすサテントープ。柔らかなトープヌードに微細な偏光ラメを施した滑らかなサテンファブリックのようなカラー。サテンタイプは手元で見たときに、先ほどのグリッタータイプよりもよりしっとりとしていて滑らかな質感だなと感じました。こんな感じで発色も良くてしっかりとカラーが乗ってくれるタイプなので、目元に陰影をつけたいという時にも活躍してくれそうです。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。サテン質感も先ほどのグリッタータイプと同様、ベースのカラーはふんわりとしたマット寄りの発色で、その上にパールによる微細なツヤとラメ感を感じるような仕上がりだったので、こちらも絶妙なツヤニュアンスを感じられるようなカラーでしたが、しっかりとカラーも楽しめるようなタイプでした。イヴ・サンローランのこのクールさと上品さを兼ね備えたトープカラーは個人的にもとても好きなカラーなので、ものすごく可愛いなと思います。そして最後、左下が D。こちらはマットタイプ。スタイルを宿すモーブチョコレート。ルックの仕上げに欠かせないマットチョコレート。水溶きしてライン使いにも。最後はマットタイプです。こちらは手元で見た時もかなり発色がいいタイプだなと思いましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じでしっとり感があって伸びはいいので、指で塗っても問題なく伸ばすことができますが、アイシャドウのグラデーションを作るのが苦手という方やカラー調整が難しいという方はブラシを使って塗った方がより塗りやすく感じるんじゃないかなというくらい高発色のタイプですね。はい、最後4色目 D のカラーはこんな感じでした。こちらのマットタイプもしっとりとしている粉質でかなり発色がいいタイプでした。
最近のアイシャドウパレットは締め色も柔らかいニュアンスで濃くなりすぎないようなアイテムが多かったので、こんな感じでしっかりと発色する締め色が入っているところがさすがイヴ・サンローランのアイシャドウだなという感じがします。ただ高発色のタイプですが伸びもとてもいいので、指で塗ってもこんな感じでぼかしていけば全然問題なく塗ることができました。青みにも黄みにも寄りすぎていないニュートラルなチョコレートブラウンという感じでとても使いやすそうです。C のカラーと D のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは100番のストラドールズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってメイホール全体にベースとして塗っていきます。しっとりとしている粉質で、さらに大粒のラメが輝くカラーだったので、このカラーをベースに仕込んでおくだけで、後からのせるカラーが綺麗に分けてグラデーションになってくれるようなカラーだなと思います。続いて C のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで塗っていきます。個人的にこのトープカラーがものすごく素敵だなと思ったので、こちらをメインに使っていきます。こちらのカラーだけでも微細なパールとラメによるツヤを感じられましたが、ベースに B のカラーを仕込んでおくことで、よりツヤめきを強く感じることができます。そのまま付属のチップにも取って、下まぶたのまつげの際にしっかりと発色させていきます。少し深みがあるカラーですが、軽やかなツヤを感じる質感なので、下まぶたに塗っても重い印象になりすぎずに、程よく目元を引き締めてくれます。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。この締め色をしっかりと発色させることで、目元に立体感と綺麗なグラデーションを作っていきます。最後に A のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にラメをのせていきます。このグリッターカラーをのせるだけで一気に目元が華やかになって、シルバーのニュアンスが加わるので、イヴ・サンローランらしいメイクに仕上がりますよね。はい、こんな感じで100番のストラドールズ全色を使ったメイクが完成しました。100番のパレットは最後に重ねた A のカラーがかなりシルバー寄りの印象だったので、寒色寄りのブラウン系パレットなのかなというふうに思っていましたが、今回上下のまぶたにメインで使ったトープのカラーもそこまで寒色に寄りすぎていないのと、ベースに塗ったカラーにもピーチのニュアンスが効いていたり、締め色のチョコレートブラウンも黄みにも青みにも寄りすぎていなかったので、まさにカラー説明の通りのニュートラルベージュといった感じの仕上がりでしたが、シルバーやトープカラーが絶妙なアクセントを与えてくれているところがとてもイヴ・サンローランらしい色出しだなと思いました。ニュートラルにも使いやすいパレットでしたが、今回のようにトープのカラーやシルバーのカラーをしっかりと発色させると少しクールな雰囲気も出せてとても素敵です。引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら200番のギリーズドリームです。まずは1色ずつ単色塗りでご紹介していきます。まず左上から A のカラー、グリッタータイプ、輝くイエローゴールド、まぶたを透けさせながら光を放つイノセントな輝き。こちらは先ほどの100番のパレットに入っていたグリッタータイプよりもさらに大粒のラメがしっかりと輝くようなカラーですね。より華やかな目元に仕上げたい時に素敵なカラーです。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じです。ブランドからの説明の通り、素肌には透け感が残るような質感で、
その上に大粒のゴールドのラメがキラキラと輝きます。そしてよく見ると、イエローゴールドのラメの他にも微細なピンクのラメを感じることもできるので、このパレットの中に入っているローズやテラコッタニュアンスのカラーともものすごく相性が良さそうです。続いて右上 B のカラー、サテンタイプ。洗練度を高めるピンクを秘めたバーントローズ。強さも優しささえも自在に表現できる生命力を伴ったサテンテラコッタ。カラー説明ではサテンタイプとのことですが、こんな感じで質感はマットタイプに近いような感じで、かなり発色がいいタイプです。はい、B のカラーはこんな感じでした。指で何度かしっかりと重ねていっても、やはり先ほどの100番のパレットに入っていたサテンタイプのようなパールによるツヤ感などはあまり感じないような、ふんわりとしていて高発色なマットタイプに近いようなベースに、角度によってキラリとゴールド系のカラーを感じるような発色でした。トレンド感あふれるおしゃれなカラーですが、どこか色っぽさも感じられるような色出しのところが、さすがイヴ・サンローランだなという印象です。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて右下 C のカラー、こちらはマットタイプ。シャープな陰影と血色をもたらすテラコッタ。まるで上質な蒸気を伴った血色感をもたらす特別なブラウン。こちらも先ほどの B のカラーと同様のテラコッタカラーということで、こちらはマットタイプなので、こんな感じでしっかりとカラーが発色します。はい、B のカラーはこんな感じでした。ブランドからのカラー説明だと、血色感をもたらすテラコッタカラーとのことでしたが、実際にまぶたの上に乗せてみるとこんな感じで、今回のマットタイプはかなり発色がいいタイプだからか、テラコッタカラーというよりも少し青みニュアンスも感じるようなローズカラーといった印象の発色でした。明るくて高発色ですが、絶妙なくすみ感も感じられるので、大人っぽいカラーメイクにも仕上げられそうです。そして最後、左下が D のカラー。こちらもマットタイプ。印象深いリッチブラウン。レイヤーの主役級はもちろん、単色使いにもシックに目元を演出。こちらはリッチブラウンということで、一見先ほどの100番のパレットのブラウンのようなニュートラルなブラウンカラーに感じますが、こちらの方が少しピンクの要素が効いているブラウンで、とても可愛いです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。一見ニュートラルなブラウン系のカラーに見えますが、指でしっかりと発色させていくとこんな感じで、ブラウンの中にも絶妙なピンクのニュアンスを感じられるような、とても素敵なカラーでした。指でしっかりと発色させてシメールとして使うのにももちろん可愛いですが、ブラシで薄く調整してベースのカラーなどに使ってあげてもすごく素敵なんじゃないかなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは200番のギリーストリーム全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず D のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ L にとってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのカラーはかなり高発色なマットタイプだったので、シメ色としてももちろんですが、このブラウンの中に絶妙なピンクニュアンスが効いている感じがとても可愛かったので、今回はこんな感じの少し大きめのブラシを使ってベースになるように全体にふんわりとのせていきます。続いて C のカラーをブラシにとって上まぶたの目尻3分の1を中心に重ねていきます。ピンクニュアンスを感じるブラウンの上に少し青みの要素も感じるようなローズカラーを足して、さらに柔らかい印象に仕上げていきます。続いて B のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にとって下まぶた全体にのせていきます。最後 A のカラーを指にとって
上まぶた全体にラメをかけていきます。今回マットのカラーをベースに使っているので、よりこの大粒のラメが際立ちますよね。はい、200番のキリンストリームは全色使ってメイクするとこんな感じです。今回はベースにピンクのニュアンスを感じる絶妙なブラウンのカラーをブラシ塗りをして発色させた上に、ローズ系のカラーをさらにメインで重ねてみたので、200番のパレットはテラコッタヌードというカラーですが、こういった組み合わせにしてみると少し深みも感じるようなローズ系のニュアンスも楽しめました。そして最後に重ねたイエローゴールドのラメカラーはベースに透け感があるタイプだったので、このパレットの高発色なマットタイプのアイシャドウの印象は崩さずに、上からラメ感だけを足せるところがものすごく可愛いなと思いました。全体的に深みのあるカラーで構成されているパレットだったので、しっかりとアイメイクを楽しみたいという方におすすめです。引きで見るとこんな感じです。では続いてはこちら、300番のカスバースパイシーズです。まずは1色ずつ単色塗りでカラーを見ていきます。まず左上から A のカラー、グリッタータイプ。日の光にも負けないほどのイエローゴールド。目元も肌も美しく映えさせるのはイエローゴールドの多彩な光を放つから。今回先行発売日初日の朝に購入したので、まだ全体の人気色などはわからない状態とのことでしたが、BA さんによるとスタッフ人気が一番高いのはこちらの300番とのことでした。こちらのグリッターカラーは一見ラメ感がかなり強そうに感じますが、肌の上にのせてみるとこんな感じで、ベースがとてもしっとりとしている粉質なので、意外と派手すぎずにとても上品です。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。先ほどの200番のパレットのグリッタータイプというよりも、100番のパレットの A のカラーのグリッタータイプのような、ベースにしっとりとした粉質を感じつつ、パールと大粒のラメによるきらめきを感じられるようなグリッタータイプでした。イエローゴールドのカラーとのことですが、まぶたの上に乗せてみると、そこまでイエローが強く出すぎてしまうという感じではないので、明るさはありますが、とても上品で大人っぽいラメカラーだなという印象です。続いて隣 B のカラーはサテンタイプ。透明感を引き出すヌードベージュ。瞳に視線をもたらす透け感ピンクが目元のバランスのもう一つのスパイス。こちらのカラーは手元の数値で見た時もかなり馴染むなと思っていましたが、まぶたの上にのせてもこんな感じでかなり馴染みがいいです。はい、B のカラーはこんな感じでした。サテンタイプのヌードベージュのカラーとのことですが、こちらもサテンタイプというよりはベースにしっかりと柔らかいマットのカラーがふんわりと乗って、その上に微細なラメがキラッと輝くような質感なのと、私の肌の色にはかなり馴染むようなカラーでした。ただ若干イエローの要素を感じるようなベージュ系カラーなので、元の肌の色が明るめやピンク寄りの方にはもう少しイエローっぽいニュアンスのベージュカラーが発色するのかなと思います。A のカラーと B のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて右下の C のカラーはマットタイプ。立体感をもたらすキャメルスエード。パレットを見たままのようなカラーがそのまままぶたに乗ってくれます。すごく柔らかくて絶妙なキャメルカラーで、イヴ・サンローランボーテでは珍しいカラーニュアンスなイメージです。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。このパレットの見た目通りのままのオレンジにもブラウンにも寄りすぎない絶妙なキャメルカラーがそのまままぶたの上で発色してくれました。やはり今回のマットタイプはかなり高発色なので、こういった絶妙なカラーもそのまままぶたの上で発色してくれるところがとてもいいなと思います。明るすぎないですが柔らかさもあってとても絶妙なカラーです。
そして最後 D のカラーもマットタイプ。骨格美を引き出すチョコレート。目元の骨格デザインをするマットブラウン。こちらもカラー説明では100番のカラーのマットタイプと同じチョコレートカラーとのことですが、こちらの方が100番のパレットよりもさらにダークなブラウンというイメージです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。かなり深みのあるダークなチョコレートブラウンといった印象のカラーでした。反対側に塗っているキャメルカラーに少し柔らかさを感じるので、このチョコレートブラウンで引き締めてあげるのも可愛いんじゃないかなと思います。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは300番のカスバスパイシーズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。今回高発色なマットタイプをメインに使っていくので、ベースにこちらのカラーを仕込んでいくことでよりカラー調整もしやすくなります。続いて C のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このオレンジにもブラウンにも寄りすぎない絶妙なキャメルカラーがとても可愛かったので、しっかりとベースに塗っていきます。ベースに B のカラーを仕込んでおくことで、よりこちらのカラーの柔らかさが引き立ちます。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたのまつげの際から少し広めの範囲にぼかすように締め色として塗っていきます。この柔らかいキャメルカラーをこちらのダークなチョコレートブラウンでしっかりと引き締めていきます。最後に A のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。そのまま付属のチップにも取って下まぶた全体にものせていきます。はい、こんな感じで300番のカスバスパイシーズ全色を使ったメイクが完成しました。今回はこのパレットのメインカラーでもあるこのキャメルカラーをしっかりと発色させてみました。とても柔らかい絶妙な雰囲気のカラーですが、締め色として使ったチョコレートカラーがとてもダークなブラウンニュアンスだったり、上から重ねたイエローゴールドのグリッターも明るすぎない印象なので、とても大人っぽくて洗練されたキャメルブラウンのメイクに仕上がったかなと思います。この絶妙なカラーニュアンスがとても可愛いなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いては400番のバビロンローズです。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りでカラーを見ていきます。まずは左上の A のカラー、こちらはグリッタータイプ。究極のきらめきを宿すスパークルローズクォーツ。ローズクォーツのようにほのかに透けるベースにジュエリーのように輝く大粒のシルバーラメとゴールドやピンクに輝く極小の偏光ラメを忍ばせたカラー。こちらのカラーはこんな感じで肌が透けるようなグリッタータイプですね。説明の通りシルバーの大粒ラメがとてもよく効いています。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。ローズクォーツのようにほのかに透けるベースということで、実際にまぶたの上にのせてみるとホワイトに近いようなかなり明るめのピンクカラーがベースについて、その上にシルバーの大粒ラメがしっかりと効いています。一気に透明感が出て可愛らしい印象に仕上がるカラーだなと思います。続いて隣の B のカラーはこちらもグリッタータイプ。透明感を引き出すフローズンピンク。大粒のホワイトラメと極小のピンクラメがフローズンピンクのベースに溶け込み、ピュアな輝きを生み出します。こちらも反対側に塗っている A のカラーと同じグリッタータイプですね。ただこちらはベースのカラーをしっかりと感じられるタイプのグリッターカラーですね。はい、B のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのカラーなので、
もう少し明るいピンクパープル寄りの発色になるのかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみるとこんな感じで、明るさや透明感ももちろん出ますが、意外とまぶたから浮く感じはしなくて、程よく大人っぽさも残るようなパープルカラーがとても可愛いなと思いました。反対側に塗っている A のカラーと同様、こちらにもシルバーのラメをしっかりと感じることができますが、B のカラーはベースのカラーがしっかりと発色しているので、A のカラーとはまた違った雰囲気が楽しめました。A のカラーと B のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いてこちら C のカラーはマットタイプ。肌に溶け込むダスティーピンク。柔らかなブラウンとくすみピンクをミックスした肌に溶け込むようになじむダスティーピンク。こちらはブラウンとくすみピンクをミックスしたカラーということで、こんな感じでやはりマットタイプなのでしっかりとカラーが発色してくれるタイプですが、カラー自体はとても柔らかくて可愛らしいですね。はい、C のカラーはこんな感じでした。柔らかいブラウンにピンクをミックスしたダスティーピンクというカラーですが、実際にまぶたの上にのせてみると少しだけパープルの要素も感じるような寒色寄りの柔らかいピンクといった感じのニュアンスでした。こちらのパレットの A や B のような透明感抜群のカラーとの相性も良さそうです。そして最後 D のカラーはマット with グリッターというタイプで、スタイルを宿すピンクバーガンディ。新色5色のパレットの中でも唯一こちらのカラーのみがマット with グリッターという質感でした。一見通常のマットタイプと同じように感じますが、まぶたの上にのせていくとこんな感じで、マットベースに上からゴールドの大粒ラメをしっかりと感じることができます。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。今回新色5色のパレットのうち唯一のマット with グリッターという質感でしたが、肌の上にのせてみるとこんな感じで、高発色なマットタイプのベースに上から大粒のラメを感じられるような質感で、マットタイプのアイシャドウの上に透明感のあるグリッタータイプを重ねた時のような仕上がりでした。ベースのカラーはしっかりと深みを感じるようなパープルカラーですが、上からゴールドのラメがキラッと輝くところがとても大人っぽくて素敵です。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。では400番のバビロンローズ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず C のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。しっかりと発色するタイプですが、指でのせることによってこのマットのベースの上にラメもしっかりと感じられるので、こんな感じでラメもしっかりと発色させつつぼかしていきます。続いて B のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。目尻側にはゴールドのラメが効いているので、黒目の中心にはシルバーのラメをしっかりと効かせてラメによるグラデーションを作っていきます。最後に A のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。はい、400万のバビロンローズ全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは全体的に寒色系のローズパープルといった感じのカラーでまとまっていましたが、目尻側にゴールドのラメを感じるようなカラーをのせて、黒目の中心にはシルバーのラメが効いているようなカラーをのせて、同系色でまとめた中にもラメによるニュアンスの違いを出してみました。この透明感抜群のパープルカラーがとてもイヴ・サンローランらしいパレットですよね。引きで見るとこんな感じです。それでは最後のカラー、
500番のメディナグローです。まずは1色ずつ暖色塗りでご紹介していきます。まずこちら A のカラーはグリッタータイプ。濡れたような輝きを生み出すピンクスパークル。蒸気したようなほのかな血色が濡れたような艶を生み出します。レイヤリングするほどに透明感が高まる至極のカラー。A のカラーはこんな感じで、パレットの見た目よりも意外とホワイトやシャンパンゴールドのようなラメのカラーが際立つ印象ですね。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。ベースにパールのツヤ感をしっかりと感じつつ、上からさらに大粒のラメが輝くので、しっかりと濡れツヤ感も感じられるようなラメカラーでした。パレットで見るとこんな感じなので、もう少しピンクっぽいニュアンスがつくのかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみると、かなりほんのりとニュアンス程度にピンクのカラーを感じて、その上にホワイトやシルバーやシャンパンゴールドなどの明るめのラメのカラーを感じます。続いてこちら B のカラーもグリッタータイプ。暖かな光で包み込むピンクコッパー。ピンクの光が目元を灯すような柔らかく暖かなコッパー。こちらはピンクコッパーというカラーで、反対に塗っている同じグリッタータイプよりもしっかりとベースのカラーを感じられるタイプですね。少しくすみ感も感じるようなカラーがついていて、とても可愛いです。はい、B のカラーはこんな感じでした。今までのグリッタータイプは素肌に透け感が残ったり、ベースにカラーを感じるタイプでも、ここまでくすみ感や深みを感じるようなタイプは珍しかったので、くすみニュアンスの強いコッパーカラーがベースについているので、単色で使っても程よく目元に陰影をつけてくれつつも、しっかりとパールやラメのきらめきを感じられて、ものすごく可愛いカラーだなと思います。一気に大人っぽさと華やかさを足してくれるようなカラーですね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラーはマットタイプ。生き生きと見せるブラッシュピンク。瞬きするほどに目元の印象が深くなるマットとピンクの極上ニュアンス。こちらのマットタイプもしっかりと高発色です。ただこちらもパレットの見た目通りのとても柔らかいピンクカラーなので、発色はしっかりとしていますが強い印象になりすぎないですね。はい、C のカラーはこんな感じでした。明るすぎない柔らかさを感じるマットピンクという感じの発色でしたが、ほんの少しだけ青みの要素も感じられるので、柔らかい雰囲気のピンクなのに黄身に寄りすぎていないところがとても使いやすそうです。そして D のカラーもマットタイプ。豊かな赤みを帯びたローズヴィンテージ。生命力あふれる血色感で照らし出すような情熱を秘めたローズカラー。まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、意外と反対側に塗っている C とカラーのニュアンスが似ていますね。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。まぶたの上にのせてみるとしっかりと深みも感じますが、そこまで強すぎないカラーで、反対に塗っている C の柔らかいニュアンスにローズの様子と深みを増していったような、とてもイメージが似ているカラーなので、この2色でグラデーションを作ってもとても可愛いんじゃないかなと思います。こちらも黄身にも青みにも寄りすぎていないレッドローズといった印象のカラーでとても使いやすそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは500番のペティナグロー全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。個人的にはこういった程よく陰影をつけてくれるようなミディアムカラーがついているラメカラーがとても好きなので、今回はこのカラーをしっかりとベースに塗っていきたいと思います。とても大人っぽいニュアンスで可愛いカラーですよね。続いて D のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ L に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。今回のパレットのマットカラーは
全体的に高発色だったので、部分的にのせたり薄くぼかしたいときはこういった太めのアイシャドウブラシで塗るのがおすすめです。続いて C のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。最後に A のカラーを付属のチップに取ってさらに上からラメを足していきます。はい、最後500番のメディナグローは全色使ってメイクするとこんな感じでした。一見400番のパレットとカラーニュアンスが似ているかなと思いましたが、こちらの500番の方がどちらかというと全体的に温かみも感じるようなピンク系のパレットでした。ただこちらもベースに使ったグリッターのカラーに程よい深みがあったり、メインに使ったピンク系のカラーにもほんの少しだけ寒色の要素を感じられたりしたので、柔らかい雰囲気のピンクパレットですが、温かみのあるニュアンスに寄りすぎていないところが計算されているパレットだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで8月4日全国発売、7月19日より一部店舗で先行発売中のイヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチの新色を全色ご紹介していきました。パッケージも実際に見ても高級感があってとても可愛かったですが、カラーもイヴ・サンローランボーテらしいクールさと上品さを兼ね備えたようなカラーラインナップで、今回特にマットタイプがとても高発色なタイプだったので、しっかりとアイメイクを楽しみたいという方におすすめのパレットなんじゃないかなと思いました。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。